皆さんこんにちは、かっちゃんです。てゃんてゃん。ということで今日はそうめんを使った節約簡単レシピということで、お肉や中華麺を使わず豆腐とそうめんで節約本格的に美味しく作れる豆腐担々そうめんを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はそうめん1束 100g、木綿豆腐1/2丁 150g、刻みネギ、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。調整豆乳 100ml、水 50ml、鶏ガラスープの素小筋1/2、おろしニンニク、生姜各小筋1/2、すりごま小さじ2、味噌小さじ2をボウルに入れて溶かし合わせます。はい。では溶かし合わせてスープを用意したら、使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。はい。ではフライパンに木綿豆腐1/2丁を入れ、中火にかけて豆腐を細かくヘラやホイッパーなどで崩しながら炒めます。はい。では炒めて水分が飛び、こんな感じで豆腐がパラパラとそぼろ状になったら、ごま油小さじ1、焼肉のタレ大さじ1を加え、水分を飛ばし炒め合わせます。はい。では水分を飛ばし炒め合わせて、こんな感じで全体がパラパラとしたら、豆腐そぼろの完成なので、お皿などに取り出します。はい。では空いたフライパンでそうめんを茹でていきます。空いたフライパンに水 600ml を加え、火にかけて沸騰させます。はい。ではお湯が沸いてきたら、今日はそうめんを茹でるのに食用の重曹を使って茹でます。重曹を使って茹でることによって、重曹が麺に入って中華麺の乾水の代わりになり、ちょっと中華麺のようなコシのある感じに仕上がります。もし食用重曹ない場合は、普通にそうめんを茹でて作ってみてください。では沸騰したお湯にそうめんを 100g と、重曹を入れるとシュワッと泡が吹いてくるので、一旦弱火に落として食用重曹小さじ1を入れます。はい。では重曹を入れたら吹きこぼれないように軽く注意しつつ、規定の茹で時間そうめんを茹でます。はい。では規定の茹で時間茹でたら、ざるに取り出して冷水で粗熱とぬめりを取ります。少し映像では伝わりにくいかもしれないんですけど、普通におそうめん茹でた時と比べて中華麺のように黄色みがかってます。ちゃんと触った感じも普通に茹でるよりもプルンとした感じに仕上がってます。では洗い終えたら水気をしっかりと切ります。はい。では麺の水気を切り終えたらお皿に盛り付けます。麺をお皿に盛ったら冷やしておいたスープを回しかけます。スープを回しかけたら中央に作っておいた豆腐そぼろをトッピングし、刻んだ小ネギを散らします。あと周りにラー油を回しかけて OK。 はい。ではこんな感じでお肉も中華麺も使わない豆腐とそうめんで節約簡単美味しく作れる豆腐担々そうめんの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は豆腐とそうめんを使って節約簡単本格的に美味しく作れる豆腐担々そうめんを作ってみました。それでは本日はサイダーで乾杯。乾杯。シュワうま。じゃあ早速いただきましょう。今回は夏によく食べるそうめんの節約簡単レシピということで、お肉や中華麺を使わず豆腐とそうめんで美味しく作れる担々そうめんを作ってみました。じゃあこのそうめんをスープによく絡めていただきます。じゃあいただきます。
おいたん。めちゃくちゃいい味。調味料と豆乳を合わせるだけで本格的で美味しい担々風のスープに仕上がり、コシのあるそうめんにたっぷりの豆腐そぼろがとても美味しいレシピになってます。で、担々麺っていうとひき肉を使うんですけど、今回は節約にもってこいの豆腐を使ってそぼろにしました。崩しながら水分を飛ばすようにして炒めていると豆腐がそぼろ状になり、しっかりと食感もあって、ほんとお肉のそぼろのように美味しく食べられます。味付けもシンプルに焼肉のタレだけでしっかりと味が決まり、担々風のスープに焼肉のタレの味付けがよく合い美味しく食べられます。そうめんだとどうしてもスープが冷たいので、お肉とかで冷やした担々麺って作るとちょっとお肉の脂が浮いたり固まったりすることがあるんですけど、豆腐だとそれがないので、最後のスープ一滴までくどくなくとても美味しく食べられます。で、スープには豆乳を使うことによって調味料と合わせるだけで担々風の美味しいスープに仕上がり、結構たっぷりめにすりごまを入れることによって全体にコクが出て美味しいスープに仕上がります。で、最後盛り付けたら全体にラー油を回しかけることによってこのピリッとした辛みがスープにもよく合い美味しく食べられます。で、今回もう一つのポイントが、そうめんを重曹水で茹でるとすごくコシが出て、ほんと細めの中華麺を食べているような食感に仕上がります。ちょっとね、安くて若干失敗したなっていうそうめんを買った時にもこの作り方すごく使えるんですけど、重曹の力で麺にコシが出て、そうめんでも担々麺のように美味しく仕上がります。で、調理工程もつゆもね合わせるだけで簡単に作れますし、食材も豆腐やそうめん、安価な食材で美味しく作れます。はい。ということで今日は夏の節約簡単そうめんアレンジレシピ、豆腐担々そうめんを作ってみた動画でした。お肉や中華麺なしでもお手軽に買える豆腐、夏場によく食べるそうめんで美味しく作れるレシピになってます。豆腐でお肉を作っているようなそぼろ、コシのあるそうめんにスープがよく合ったとても美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、そうめん。そうめんの後にスープライスやわ。